はいどうも、キスケです。公式 X の方でリーノのモチーフ武器、プリズムナイトデビューが公開されたので見ていきます。なかなかシンプルな性能で、それが逆に怖い武器ですから、よければ最後まで見ていってください。リーノの代用武器はこれがいいよ、みたいなのがあれば、コメント欄で教えてくださいね。それでは、行きましょう。こちらがリーノのモチーフ武器、プリズムナイトデビューですね。メシュコ工業がポップアーティスト向けに特別に制作したハイエンド製品。マイクをモチーフにしたその可憐で華やかな見た目からは想像もつかないほどの性能を備えており、試しに使ったものは誰もが驚かされるということで、マイクが槍になってるの面白いデザインですよね。気質に関しては意思アップ、回復効率アップ、治療の3つ。まだ厳選していない人はしちゃいましょう。それでは性能を見ていきます。メイン能力値アップ。装備中、自身のスキルでチーム内の他のオペレーターを治療したとき、一定時間、その治療を受けたオペレーターの攻撃力がアップします。最近のモチーフ武器と比べると、なかなかシンプルな性能ですよね。ただ、そのシンプルさが逆に怖い。エンドフィールドは1凸よりモチーフ武器優先になることが多いですから、とんでもない数値になってそうですよね。で、チーム内の他のオペレーターを治療した時とあるんですが、リーノは戦技、連携技、必殺技と全てのスキルで治療できます。しかも、連携技以外は全体治療です。しかも、戦技と必殺技は持続的に治療が発動するんで、モチーフ武器の攻撃力アップが途切れるということはなさそうなんですよね。超強そうじゃない？戦技は予告番組を見た感じだと1回の発動で60秒くらい続きそうですし、必殺技は15秒くらい継続してます。本当お手軽サポーターって感じの性能なんで、そんなリーノに手軽モチーフ武器を配っちゃうととんでもないことになりそうですよね。問題は数値なんですけど、よく似た武器にアーツユニットの騎士精神があります。騎士精神は自身のスキルで治療するとチーム全員の攻撃力がプラス 9% されます。治療が発生するだけでチーム全員の攻撃力がアップという緩さに対して、プリズムナイトデビューは治療を受けたオペレーターのみ攻撃力アップなんで、縛りがある分プリズムナイトデビューの方が倍率は上になるかなと思ってます。まあリーノは性能がね、ほぼ全体回復なんで縛りになってないんですけどね。そしてもう一つの注目点はメイン能力値アップですよね。これはおそらくリーノのメイン能力値を上げると何かメリットがあるということだと思います。リーノのメイン能力値は多分意志なんですけど、例えばリーノの戦技や必殺技で付与できる攻撃力アップは意志の数値かける何%分アップさせるとかね。それか必殺技で付与できる増幅効果とか HP 回復量とか、何かしらのバフ効果で意志の数値を参照しそうだなとは思ってます。さらにもう一つ、メイン能力値アップのメリットがあって、汎用性なんですよ。今後メイン能力を上げたい長い武器持ちのオペレーターが実装されれば、プリズムナイトデビューが代用武器として使えるかもしれません。しかも武器効果が治療するだけで発動とすごくシンプルですから、なかなかの汎用性になりそうですよね。テルミットカッターみたいなね。先方オペレーターが取り合ってるでしょ。なんかそんな感じになりそう。ただ現状は味方を治療できる長い武器持ちのオペレーターがいないんで、当分はリーノ専用になりそうです。カミーユは自身の HP を回復なんでね、あまり意味はありません。ということで代用武器を見ていきましょう。サポーターの長い武器ということで代用武器は少なめです。最適は当然モチーフ武器のプリズムナイトデビューで、時点で通行証武器の黄金時代、超苦し紛れの代用武器として急進の槍ですかね。黄金時代は意志アップ、回復効率アップ、電磁ダメージアップ。装備中、自身の連携技でダメージを与えた時、15秒間回復効率プラス 4%。自身の連携技でチーム内の他のオペレーターを治療した時、20秒間
チーム全員のアーツダメージプラス 5% です。連携技は敵がアーツ以上を受けるかアーツ以上が消費された時に発動可能なので、特にパーティーに左右されることなく代用武器として扱えます。ただ武器効果の発動条件が連携技に固定されてしまうので、モチーフ武器のプリズムナイトデビューと比べると発動頻度は控えめになってしまうという感じになります。電磁ダメージアップに関してもリーノはサポーターなんで必要なさそうですよね。あくまでも代用武器に収まりそう。カミーユのモチーフ武器みたいに灯火の使命を貫突することでカーマインベールに少し追いつけるみたいなことにはならなさそうです。もう一つの代用武器としては球心の槍。球心の槍は意志アップ、電磁ダメージアップ、連携技ダメージアップ。装備中、自身が連携技を発動するとき、30秒間、次の戦技発動中に与える電磁ダメージプラス 10%。同盟効果は3回まで重ね掛け可能ということで、まあ、リーノに火力は必要ないでしょうから、ちょっと厳しそうかな。しかも連携技は、戦技の発動中にアーツ以上の付与か消費ですから、無理やり戦技を終わらせて、再度戦技を発動するという、ちょっとよくわからん立ち回りをする必要が出てきます。なので、別の通行証武器をすでに取ってしまったとか、モチーフ武器を引くまでのつなぎとして使うというのがいいかなと予想します。現状の長い武器を見た感じだと、モチーフ依存度はなかなか高そうです。いかがだったでしょうか。今回はリーノのモチーフ武器、プリズムナイトデビューの性能解説でした。モチーフ武器にしては非常にシンプルな性能で汎用性がありそうでしたよね。しかも武器効果の発動条件が簡単すぎる。チーム内のオペレーターを治療するだけで攻撃力アップですから、今後のオペレーターのために引くというのもありだと思います。まあ問題は数値ですけどね。今までモチーフ武器が弱かった時はなかったんで、まあ大丈夫でしょう。ただモチーフ武器はアタッカーのものを引きたいという無課金とか美課金の人もいますよね。リーノが実装されればその辺もしっかりと解説しますから、よければまた動画を見に来てください。皆さんは今回公開されたモチーフ武器に関してどう思いましたか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。